バーケンです。300キロ離れた相続した土地。4月20日に草を枯らす薬をまいたこの土地が、2ヶ月後の6月18日、こんな状況になっています。2ヶ月前はこんな状況でした。杉菜が残っていると聞いていましたが、今回はそれも検証します。しかし今日の私には新兵器があります。また買ってしまいました。今私が背負っているこの噴霧器です。およそ8000円、ハイガー社の電動タイプで噴霧器ランキング1位の商品です。ガソリン式と迷いましたが、レビューを信じて電動タイプで十分だと判断しました。ちなみに2ヶ月前はこのおもちゃのような噴霧器でした。おもちゃの方は3000円くらいで買ったはずです。1分間に 240cc 吹き出しますが、今回のものは1分間に 3.1 リットル吹き出します。およそ13倍の吹き出し量です。噴霧器なんてどれも一緒だと思って安物を買った私がバカでした。ちなみに私が管理していく土地は4000平米あるので、ガソリン式も考えました。ガソリン式は1分6リットル吹き出し、さらにパワフルです。でもいざエンジンがかからないと困りますし、3万円もするのでやめました。さて今朝6時、作業を始めて5分ほどですが、早速地元の農家さんに見つかってしまいました。いつもそうなんです。作業をしだすとすぐに誰かが現れます。セキュリティ会社のセコムも真っ青の地域密着型超監視システムです。でもこれは良いことなんです。私みたいなよそ者がこっそり不法投棄なんて絶対にできない鉄壁の防犯体制なんです。農家さんが薬剤の散布方法を親切に教えてくれます。この方はプロなのでしっかり忠告に耳を傾けます。この薬剤はサンフーロンです。効果があったのかなかったのか正直わかりません。巻きっぱなしで日帰りで帰る私には結果を知る術がないんです。現地に頼れる親戚もいません。スマホで写真を撮ってもらうことができますが、それは有料になります。6月18日に散布しておよそ2ヶ月、地元の人からまだ何も言われないということは、それなりに効果があって雑草がボーボーにはなっていないのだと、そう想像するしかありません。そのうちこの目で見に行きます。杉菜が残っていると聞いていましたが、この日散布した時はそれほど気になりませんでした。他の雑草も生えていて紛れて目立たなかったのです。あまりきれいにしすぎるとかえって杉菜が目立ってしまう、そんな気がします。管理してもらっていた頃は年に6回薬剤を撒いていたようです。でもその管理を私が引き継いだので、年に2回か3回で済ませようと思っています。すでに年2回薬剤を撒きました。秋までに残り1回。次の一手は草刈りか、それとも薬剤散布か。結局現地に行ってみて、その日の伸び具合で判断するしかないんです。でもおそらく伸びています。なので次回は草刈り機で買ってしまった方が気持ちが楽です。伸びすぎた雑草に効いているかどうかもわからない薬をまいて、結果がわからないのはさすがに心配です。幸いなことにここは豪雪地帯の新潟ですので、冬になればある程度の雑草なら分厚い雪の下で一旦リセットされるんです。だから私の作戦は春から秋の間に 2,3 回きれいにしておけばいいのかなと思っています。農家さんから見れば甘いのかもしれませんが、これが遠方相続民の精一杯の知恵です。それとこの画像、相続当時の様子です。セイタカアワダチソウがおそらく5年は放置されていて、大雪にも負けないぶっとい幹になっていました。これらのぶっとい幹ですが、現地の農家さんによる2年間にわたる合計12回以上の農薬散布で一度きれいになったのです。自分でも草刈り機で買ってみたのですが、簡単にはできそうになかったです。なので一旦きれいになってくれてありがたいのです。セイタカアワダチソウだらけの土地を相続して絶望している方がこれだけは覚えておいてほしいんです。セイタカアワダチソウは面白い習性があります。フェンスや道路のそばみたいに何か障害物がある場所では、光を奪い合うように競って背を高く伸ばそうとするんです。だから遠くから見るとものすごいジャングルに見えるんです。でも勇気を出して中に入ってみると、
真ん中の方は意外とスカスカだったりします。外側の壁さえ突破してしまえば中はなんとかなるのかもしれません。だからもしあなたが今絶望の壁の前に立っていたとしても、どうか諦めないでほしいんです。この8000円の電動噴霧器が杉菜に効くかというタイトルの答えですが、杉菜にバッチリ効きます。噴霧力抜群でした。なお、あまりきれいにしすぎないのが杉菜が目立たないコツかもしれません。農家の方、適当なこと言ってすいません。まだまだ検証中です。ご視聴ありがとうございました。